あ、まだ食べてない、まだ食べてない。食べろよ。セックスしてんのかな。してないのかな。なんかさ、たまにしてんじゃん。周りでさ、長く付き合ってるカップルマジでセックスしてない。それどうするの？他の人とするの？いや、多分2パターンある。別に2人の間にないからって他ではしない。もう一つは普通に他でしてる。他でしてるも OK なパターンと NG なパターン。気づかれないようにやってるパターンと、まあ、お互いそれを OK としてやってるパターンと。でも無理。何が？付き合って相手とレスになっても平気？仮にまあ5年とかさ付き合ってて、1年目とかちょっとしんどいじゃん。付き合って3ヶ月とかで。無理かも。いや一緒。でもさ、別に普段からハメ狂いじゃないじゃん。かけ狂いみたいなハメ狂いじゃないです。なんかそれのためにさ、もう毎日さやり取りしてさ、もうそれのためだけに会いに行くとか別にしないじゃん。同じくなんだけど、でも付き合った相手がいるんだったら別にそれは別に毎回じゃなくてもいいよ。完全なゼロになったら。そしたらさ、両親とかはどうだったのかな。あ、そう、なんかね、それを前友達と話したわけ。確かに。でも絶対そうなんじゃない？そう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 。なんかいかにもこっちのカップルってそうなるよねみたいな話をするけど、でも男女でも聞くし、なんなら子供とかできたらやっぱそこで1人目2人目で終わっちゃうみたいなこともあるだろうから、長く付き合ったらその異性とか同性とか関係なくレスになるのでは。なると思う。でも嫌なの。なんかね、昔ね、これ飯引きにしようかな。なんか昔おじいちゃんの部屋で、ちょっと前につけた。おじいちゃんの部屋で？おじいちゃんの部屋であるものを見つけたんだけど、シニアのセックスみたいなビデオ見つけたの。小学生ぐらいの時に。その時に、あ、おじいちゃんってまだおばあちゃんとセックスしたいんだって思ったわけ。その時おじいちゃん何歳ぐらい？70ぐらいかな。それ個人的にはどう思ったかっていうと、素敵だなって思った。あ、まだおばあちゃんのことをそういう素敵だなと思って見てるんだと思って。小学校高学年ぐらいだと思うんだけど、やっとなんとなくセックスの意味が分かるぐらい好きだったけど、そう思って、自分も分かんないよ、こうは言ってるけど、もう5年後ぐらいにはもう枯れてさ、そういうのいらないっすとかなってるかもしれないけど、でも誰かと付き合ったらできればなんか欲しい、やりたい。だから付き合う前にやった方がいいよ。付き合う前にさ、体の関係持ちたい派？そのいろんな意味で。それとも付き合ってからその付き合った相手とは最初にやりたい派？付き合う前でいいじあー、やっぱそっちの方が多数派だよね。でも別に付き合った後でもいい。ゃん。でそれリスク減らすよ。なんかもうこれ今メンシップのつもりで喋ってるけど、昔さ付き合った人と最初にやった時にあんまり相性良くないかもと思った。付き合ってからやって、でも気づいたらいい感じになってたからちゃんとお互いの歩み寄る気持ちというかあれば関係ないんだ。セックスは高められます。これ大丈夫かな。勉強になります。でも本当そういうことなんだと。気持ちが大事なんだ。そうそう、気持ちとかお互いが、あ、ここがいい。36歳で今更学んでて大丈夫？大丈夫大丈夫。人生学びですか？26ぐらいで学びときたかった。大丈夫大丈夫。必ずしもそのさ、性欲強いですの人がさレスにならないわけでもないじゃん。結局外で浮気してたりとかそういう人もいるから、起きのに生涯興奮する人と付き合いたい。そんな人いるかな。いるよ。杉本彩さんも言ってた。いつまでも殿方の欲望の対象でありたいですよねって杉本彩になるから。頑張ります。いつまでも起きのに浴場してくれる人を探そうと思います。大事で。いやでも大事だと思う。とか言って自分が先にね枯れちゃう可能性もあるんだけどね。でもさ、面白い話があって、 YouTube のこの動画はどういう人が見てますっていう属性が見れるんだけど、沖野サイルって3種類動画によってくっきり分かれるの。一つまず Vlog ね。こういう Vlog はだいたい同世代が見てくれる。25から34と35から44ってそういうくくりなんだけど、その辺が見てくれるのがこういう Vlog。あと自分の最近あったことみたいなそういうのは同世代が見てる。でお悩み相談
まあ、お悩み相談の内容にもよるんだけど、結構お悩み相談の後若い子が見てくれる。18から24とか。悩んでんだみんな。そう若い子ほど悩んでる。じゃあ年上の人がよく見てくれる動画どんなのと思う？みんな見てるやつでしょ。そうアンダーウェアのルックブックとか、なんかそういうちょっと脱いでる系のやつだと急に50代60代とかそれ以上がパーンって増える時があって、でもみんなお盛んですよね。元気みんな。これメンシップにあげたらディスってることなんですディスってないよ。素敵だなってことですよ。素敵な話なんだいつまでも現役ってことでしょ。そうだから沖野スタイルの集者的にはそういう感じで、脱ぐとお年を召された方とか年上の方が結構わーって見てくれて、世界平和に貢献してる。そう、まあ、正直メンシップ見てくれてるような人は多分どれも見てくれてるから、ぶっちゃけあそうなんだって思ってるよ。多分これメンシップじゃないところであげたらドキッとしてる人もいるかもしれない。でもねメンシップすごいありがたいの。なんか前までだったらここカットしようかなとか、あと逆にどうでもいい良すぎる話とかあるじゃん。そういうのできるから、そのラジオ週1でやってるから。だってジェラードンの海野さんの脱退の話とか別に沖野から聞いたところでさって話じゃん。それをできる場があるから、一人抜けちゃったんですねってコメントしてくれた人いたから。優しい。優しいよね。多分生配信とかでちょこちょこジェラードン好きって言ってたから。あと去年ね、なんか年明けに2024年の年明けに去年ハマった男たちみたいな感じで2023年にハマった男5人紹介するみたいな動画上げたんだけど、その中にジェラードンの神地を上げたから。やば。神地大好きなの。性的にじゃなくてでも性的にも多分横にいたらちょっと好きになるかも。神地の好きな頃はもう多彩、歌もうまいしラップもできるし、あとダンスもできる。であとバスケうまい。そうセンスある。センスある男がいいんだ。センスあるの大好き。自分がセンスどっちかというとないよりだからさ。ちなみに最近ハマってる人もいるよ。バレーボールの春高に出てた川野くんっていう、早稲田大学に進学決まったから。で早稲田に行きつつグレートベアーズっていう実業団っていうかプロか、そっちにも席をやって二足のわらじでやりますって言って、今期間限定でイタリアのセリエ A になんか修行に2ヶ月ぐらいだけ行ってる。大学始まるまで。それ SV そう SV リーグ。しかも東京グレートベアーズだから見に行こうと思ったら見に行ける。本拠地どこなんですか？どこだっけ？代々木第2とかかな。これ川崎のあれ近い。川崎だとあれじゃない？ NEC レッドロケッツじゃない？女子じゃない？小笠リナとか。あ、そうでも小笠リナもいないから。でも NEC はまあまあ強いよ女子。多分今2位か3位ぐらいじゃないか。だから川野くんちょっと見に行こうか迷ってる。違う今見れないの。そう